なんかちょっと本当にちょっとで狂いますね。ちょっとのズレが命取りになっちゃうので。今何年目なんですか？今ですね、55年です。55年。年はいくつですか？ということは、今75歳ということですか？はい。このお仕事は何歳まで？いやまだわかんないですけど、いくつぐらいですかね。死ぬまでとは言えないですけど、その時が来たらですね。こっち側とあと反対側をヤスリで削ります。ここは本当は浮いてます。浮いてます。浮いてます。ちょっとね浮いちゃった。ぴったりこっちみたいにこういかないですか。おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。
渋谷さんの前回のはい、動画が80万回を超えたんですけど、ありがとうございます。反応はありましたか？なんかその動画を見てくださった方から私に私宛てに頑張ってというメッセージをいただいたりしました。メッセージをいただいたっていうのはどういうことですおか？電話をいただきまして電話ですか？はい、会社に。はい、会社に電話していただいてわざわざ私に頑張ってと伝えてと言っていただいた方がいらっしゃいました。お電話変わらなかったねか。変わらなかったです。終わった後に言われたので、いや、なんか変わりたかったですね。せっかく。それね、でも嬉しかったです、めちゃめちゃ。渋谷さんの前の動画ですごい反響良かったのが、渋谷さんのこの段取りしてる姿がめちゃくちゃいいっていうのがすごいコメントでありましたね。ありがたい。そんなすごい手際がいいとか。いやー、遅いですよ。で、なんか効率悪いし。パッと見早い、めちゃくちゃ早いと思いますけど。全然ですよ、全然。渋谷さん結構頻繁に測ってますけど、そんな寸法変わっちゃうんですか？すぐ。私の力のかけ具合で変わりやすいので、なんかちょっと本当にちょっとで狂いますね。ちょっとのズレが命取りになっちゃうので。あ、これだ。もらいます。12は終わりました。上の寸法が 4.5、2箇所。わかりましそういうことです。た。やべえ、私すごい、しかいかないかもしれん。
ょっと深くてもいいね。って言いますよね。うん、私はもう怖いな。もうちょっと深くていい。もうちょっと深くてもいいね。ですよね。浅かったですか？うんです。だろうな。ちょっとでも大丈夫だよ。それ取って手でさ。これじゃまあ足りないわけだよね。削りが。だからこれで。散らせばいい。言ってることはわかるんですけど。うん、ここからぐらい。広げなくていいです。まだ全然少ないから。これでグラインダーで 4.5 に近づける。4.5 ちょっとマイナス、ヤスリの分もあるから、ヤスリだけで 4.5 にするから。はい。これぐらいだね。これであとヤスリだけで仕上げです。はい。こっち側とあと反対側をヤスリで削ります。あと寸法ですね。寸法は測ってもらって 4.5 ずつ出てます。でさ、あと内側のバリー、外側のバリーを取りまして、あとは曲げですね。これをドリルを利用してこのような状態ですね。
寸法は出てると思います。あ、ぴったりです。ぴったりです。平井さんから見て渋谷さんはどうですか、職人として。職人として、はい。技術を大したもんだと思います。おお、飲み込みも早いし、できますよね。なお言うとちょっと時間かかってるなっていう感じですね。品物の仕上がりの時間もうちょっと早くしてくればいいかなと思ってるんですけどね。あとはもう申し分ないですよ。優秀ですか。優秀です。渋谷さん優秀だそうです。いや、そんなことないすみません、早く頑張ります。それだけあれですよね、だから丁寧にやってるっていうことですよね。そういうことも言えますね。渋谷さんのような若い世代の職人に伝えたいことっていうのはありますか。そうですね、やっぱりどうなんですかね。失敗もあると思いますけど、とにかく一生懸命やることじゃないですかね。どうですか。いいんじゃないですか。寸法出てますよね、ここの。出てます。いいですよ。4.5。角もちゃんと出てるし。曲げてみてください。角度いいですよね。90度若干超えましたね。折って曲がってもいいですよね。
今の時代 AI だったり全自動だったり人間の手でしか作れないものって私の中であると思っているので、それをしっかり身につけて提供していくってことですね。